皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画はタミヤ10ソアラの完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3を外野から薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えておき、3工程目は仕上げで全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装を十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り。2工程目、3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番、8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて表面仕上げの工程です。表面仕上げの工程としては3つの工程となります。シーフォース製のリドルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、表面を一皮剥くといった感覚で研磨していきます。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目、3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ。バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。続いてはマスキングをしつつモールとテールを塗装していきます。まずはサンルーフ、こちらはスモークで塗装しておきます。続いてテールですが、クリアレンズ部分とブラックの部分という構成なので、まずはバックランプをマスキングしクリアオレンジを塗装、その後テール表面からリフレクト部分にレッドを塗装、そしてクリアオレンジ部分をマスキングしその上からクリアレッド、最後にクリアレンズ部分を細かくマスキングし
セミグロスブラックを吹き付け完了です。ボディ全体にあるモールはセミグロスブラックで吹き付けていきますので、マスキングを施していきます。デカール部分はマスキングテープに持っていかれないようティッシュを挟みつつマスキングです。その後ジャンクのビニール袋を駆使し、ボディ全体をマスクした上で塗装を行い完了となります。続いてウィンドウモールなどのメッキモール部分に対し塗装を行っていきます。塗料は4アーティストマーカーのシルバーを使用。塗装の手順としては、まずモール外周にしっかり筋を入れておくことが大前提で、筋彫りの段階でこの作業を行っておきます。その筋を入れた箇所に墨入れ塗料ブラックを流し込んでいきます。流し込んだらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒ではみ出た部分を拭き取ります。次はメッキの表現として4アーティストマーカーのシルバーを使用し、メッキ部分を塗装。最後にモール内側には4アーティストマーカーのブラックを使用し、マーカーの腹部分で塗装し完了です。この年代の車の特徴でもあるメッキモールはこのように再現しています。続いてはドアのパカパカパート2を含めたウィンドウの取り付けから、ドアをパカッと開閉加工したので一体となっているウィンドウパーツを分割していきます。フロント、リア、運転席、助手席で4分割に対し、厚みのあるマステをガイドにし、調光ブレードで筋を入れつつカットしたら、それぞれ取り付けていきます。さて、パカパカパート2ですが、ドアがしっかり開くようにヒンジ部分を作っていきます。ヒンジ機構は内径 1mm、外径 1.4mm のステンレスパイプと 0.8mm の真鍮線を組み合わせて作ります。パイプをドアに固定するので、固定部のサイズを考えつつパイプをカット。真鍮線はさらに長めにカットしてパイプに通します。パイプを起点とし、両端から出ている真鍮線を L 字に曲げたら、さらに U 字に曲げ、さらに L 字に曲げます。U 字の部分に開いたドアの端が収納される仕組みです。この可動パーツをシアノンでドアに取り付けたら、ボディとドアをマステで固定し、可動パーツから伸びている真鍮線をフェンダー裏側にシアノンで接着固定。これで加工完了です。続いてボーンミラーを使ったメッキ調塗装です。塗装を行ったパーツはフェンダーミラー。まずは下地でボーンペイントのアンダーブラックを塗装です。滑らかで超光沢なブラックになり、最高の下地が出来上がり、ボーンミラー、フィニッシュクリアの順番で重ねていきます。ボーンミラーは低圧で遠目から何度かに分けて吹き捨てを行います。フィニッシュクリアは低侵食なのでメッキも曇らずトップコートが可能。リアパネルは塗装し忘れたのでマスキングをし、セミグロスブラックを入れておきました。続いてはベルーガの仕上げです。ボディカラーはレッド、ホワイト、ブルーなどのカラーがある中でシルバーをチョイスし、あらかじめパート2にて塗装してあります。今回はその続きで筆で細かい部分を塗装していくところからスタートです。まずシートとボディの縁部分はセミグロスブラック、ステップなどのプラ素材部分はラバーブラック、グリップなどのゴム素材はフラットブラック、ホイールはフラットアルミで塗装です。塗料が乾いたらホイールをはめ込み、2分割されたボディを合体。ハンドル部分も組み立て、3D 出力したヘルメットにはシートベルト工作に使っているアドラーズネスト製の布シールを紐に見立て取り付けました。その後ウィンカー類やテールランプなどを塗り分けます。ヘッドライトは長谷川のミラーフィニッシュを貼り付け、レジンでレンズを再現。ハンドルパーツを取り付けてデカールを各所に貼り完成です。最後に仕上げです。
まずはグリルから仕上げていきます。そのままですとキラッキラのメッキパーツなので、グリルにはエナメルのフラットブラックを入れ、エナメル溶剤を染み込ませた綿棒で余分な部分を拭き取り、リアルを追求。ヘッドライトは外側が麦球を通すための穴が開いているので、レジンパテで塞ぎ、ミラーフィニッシュを重ねます。最後にギラつきを抑えたいので、クリアスモークを全体に吹き付け、グリルパーツは完成です。レンズ類は4アーティストマーカーブラックで縁取りをしておきます。リアテールのモールはメッキなので4アーティストマーカーシルバーを塗装です。続いてはボディとシャシーを合体するところまで。まずはボディ内側の製作ですが、ルームミラーはミラーフィニッシュを貼って取り捨てます。その後リアテール、リフレクター、フロントライトリフレクターと順に組み立てていき、内張り、サンルーフ機構と順に取り付けていきました。サンルーフはあらかじめスモークを吹き捨ててあります。リアのサイドウィンドウにはデカールを裏面から貼り、ボディとシャシーを合体。残りはあとわずかです。合体が終わり、ボディを触る機会が少なくなった頃を見計らい、サイドのモールを仕上げていきます。曲線追従タイプのマスキングテープでマスク処理をし、モールの角を狙い、4アーティストマーカーシルバーを塗装。マスクを外し完了です。ウインカーやサイドマーカー部分にはクリアオレンジを塗装し、ドアノブは4アーティストマーカーシルバーを入れ、T シリンダー部分は配給パーツのマイナスモールドを取り付けていきます。続いて支柱を仕込んでおいたフェンダーミラーを取り付けて、マフラーカッター、遮明プレートを接着し、モデリングワックスで軽く磨き上げ完成です。幼少期にたくさん作ったタミヤのスポーツカーシリーズより、今回は絶版となっているソアラを制作してみました。タミヤオフィシャルブログには今後過去に販売したソアラ2車種が再販売されると記載があったので、たまらず箱を開け、当時を改装しつつ現在持っている技術を注ぎ込み制作です。最近再販されたセリカも一緒にパシャリ。最近勉強中のパカパカも落とし込んであります。今後の展開としては、これはドアを開けた先もしっかり作り込めるように、さらなるレベルアップを目指したいところ。パーツの愛を確認すべく、仮組みもみっちりやるべきでしょう。仮組みは本当に大事だなと最近痛感しております。この10ソアラといえば 2800GT が王道で、今回のキットである 2000VR ターボは実に珍しいグレード。そのグレードを再現すべく、ボディカラーは専用色であるストリームトーニングを再現。クラス2内少し茶色みがかったシルバーを目指してみました。シートには自作デカールでストライプ柄を再現するなど、こだわって制作してみました。ベルーガもヘルメットを追加工作し、妄想の背景に一役買っています。背景としては、娘の進級祝いにベルーガを買ってあげたお父さんが勢いで自分のソアラも買っちゃったといったところ。そんな妄想を繰り広げつつ、今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。